お疲れ様です。お疲れ様です。戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、前田利家っていう武将がいるんだけど、知ってるわ。戦国武将で加賀百万石の前田家の始祖の人でしょ。前田家は戦乱の世も生き抜いて江戸時代は加賀百万石の大大名として北陸に君臨したが、明治維新後、その前田家を継いだ当主は、帝国陸軍の将校養成機関である陸軍士官学校に入学して、陸軍将校の道を歩み、陸軍大将まで上り詰めた。その当主の名は、前田利成だ。東条英機と陸士の同期ながら、東条英機とは非常に微妙な仲だったという軍人にして、家族の爵位の中では上から2番目の公爵という華麗なる一族の陸軍軍人、前田利成の話をしたい。家族なのに軍人になったの？その通りだ。前田利成、これ以降は同人の最終階級を考慮し前田大将と呼称するが、前田大将は陸軍士官学校では東条英機と同期、陸軍大学校では終戦時の参謀総長である梅津義次郎、統制派の領袖と目された永田鉄山などと同期であり、陸士や陸大では後年に昭和陸軍をいい意味でも悪い意味でも引っ張っていく将校らと机を並べていた。陸士で東条さんと同期なのに陸大では東条さんの先輩の永田鉄山と同期というのがややこしい。東条英機は前田大将よりも4年遅れで陸軍大学校にようやく入校できたので、そこら辺も両者の確執の一因かもしれないね。東条英機との確執の典型例といえば石原幹事と思うが、前田さんはそんなタイプだったのかな？前田大将は容しながら、公爵にして、江戸時代は加賀百万石という大半の前田家の当主、片や東条英機は戊辰戦争では色々と苦労した南部藩に仕える家柄に生まれ、父君の東条英則は長州閥と対立して不本意な形で陸軍を退役してるから、育ちからしても馬が合わなさそうではある。東条英則が退役になったのは軍事学については優秀だったが日露戦争での実戦式では下手を打ったからという説も。加えて、前田大将の特性として、幼年時からの英才教育の成果か、難関の陸軍大学校をストレートで合格し、優等で卒業するなど頭が切れる上に、臆せず批判や意見を改陳するタイプだったらしく、自身に批判的な軍人を容赦なく左遷する東条英機とは結局馬が合わない人物だったと言えるだろう。前田大将の陸軍層において、個人となった前田大将に向けて、東条大将は涙に曇る声で弔辞を読んだそうだが、儀礼上そのように読んだのか、それとも真意としてそのように読んだのかは定かではない。この前田大将の名前は、東条英機に関する文献にちょくちょく出てくるところ、前田大将については、東条英機が嫌っていた同期生で公爵の殿様という文脈でさらっと語られることが多く、実際上はどんな人物なのか深く語られることが少なかったように思われる。前田大将はどんな軍人だったのか、東条英機との関係は本当はいかなるものだったのか、そこら辺も踏まえつつ前田大将の話をしていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。明治の話だが、かつて加賀百万石を擁有した前田公爵家の当主が既得状態となり、後継者たる養子として招聘されたのが、分家にいた前田茂、後年の前田利成だった。本家の養子になったから利の字を名前に加えたわけか。養子縁組の件は速やかに宮内省に申請され、宮内省はこれに OK を出し、正式に養子縁組が成立した。養子縁組するのに宮内省の許可が必要なの？家族だからね。ちなみに前田大将が承継したこの公爵は、家族を構成する公爵、伯爵、子爵、男爵の中で、2番目に位置するかなり上位の爵位であり、帝国議会で衆議院と対をなす貴族院において、伯爵、子爵、男爵は議席を得るために5線をくぐり抜ける必要があったが、公爵と公爵は自動的に議席を獲得できるという優遇もあった。まさに貴族だね。前田大将は15歳で前田家当主になったため、大所帯であり使用人も多く抱える前田家を一人で切り盛りすることはできず、前田家は親族会議を設け、家政の重要事項を当該会議で議論して決定する体制を整えた。そして、この親族会議の構成員には注目すべき人物が選任されている。誰？陸軍関係者。このやつまろだ。このやつまろ公爵は、
後年に日独伊三国同盟を締結したこと等でどちらかというと悪評を残す近衛文麿公爵の親父さんだ。近衛文麿は困難に直面するとすぐに政権を投げ出す性格の御人というイメージを個人的には持つが、お父さんの敦麿さんもそんな感じだったの。父君の近衛敦麿は、貴族院の実力者として政府の外交政策等に厳しい批判を加え、反発政府からの度重なる入閣の誘いを蹴りまくり、日露戦争開戦前には対露強硬方針をぶち上げるという、公家の出自とは思えない恍惚感だった。この近衛敦麿は、前田家の親族会議の中心メンバーとして、青年時代の前田大将を支え続け、特に同人に対する教育面を統括する役割を遂行した。なんで近衛家の公爵が前田家の親族会議に入ってるの？近衛文麿の母堂、つまり近衛敦麿の奥さんは前田家の人だったので、そのつながりもあって親族会議のメンバーとなっていた。家族に囲まれて育ったろうに、なんで前田さんは軍人になったの？明治陸軍の巨頭である陸軍大将の有栖川宮垂人親王を輩出した有栖川宮家が、前田大将の進路につき軍人になるべきだと指南したらしい。これもあって、前田大将はもともとは外交官や政治家を志望していた節があるんだが、軍人の道に進むことと相なった。それにより、前田大将は陸軍士官学校の入試に挑むことになる。陸軍士官学校の手前の陸軍幼年学校スタートじゃないんだ。前田大将はね、陸軍士官学校を構成した内部進学組たる陸用ではなく、一般受験組として陸軍士官学校への入学を目指すことになった。陸軍幼年組と一般受験組って仲悪かったんでしょ？それは世代によって異なるように思われる。大東亜戦争により陸軍士官学校の定員が激増した時代の解雇では、忙しい学校生活の中でそんな対立をしているいとまはなかったと解雇する軍人もいれば、終戦時に陸軍大佐クラスだった軍人の解雇によっても、旧世代は激しかったらしいけど私の時はそれほどでもなかったですよ。成績の分布は結構違いましたけどね、という回想もある。他方、終戦時に将軍クラスだった世代の陸軍士官学校では、集団での殴り合いもあったらしいけどね、前田大将はこの異なる解雇をする世代の間ぐらいに位置するから、対立関係が実際どうだったのか、気になるところだ。ちなみに、前田大将は陸軍士官学校の入試で学科1位を取り、晴れて陸軍士官の道を歩み始めた。ちょうど日露戦争竹縄だったこともあり、前田大将の入校した陸軍士官学校は教育期間を短縮して実践的な教育を施している時期で、もう訓練を含む陸士のカリキュラムをこなして前田大将は無事に陸士を卒業、陸軍少尉に任官して近衛歩兵第4連隊に配属された。天皇陛下と宮城をお守りする近衛師団に配属されたのは前田さんが公爵だから。この説はどこまで真実かはわからないが、近衛師団に配属される将校は、家族や高級軍人の指定が優先して配属され、いわゆる平民出身の軍人が近衛師団を志望しても跳ねられることがあったらしい。そういった意味で、前田大将は旧家が100万石の前田家の跡取りにして公爵だから、皇室の藩兵として、天皇陛下と宮城をお守りする近衛師団に適するという軍首脳部の判断があったのかもしれないね。近衛師団に配属される栄誉に良くした前田大将は、軍内でのさらなる飛躍を誓い、ある難関突破の準備に着手する。ある難関って何？その名は陸軍大学校、陸軍随一の出世の登竜門にして、戦術、戦略、戦士を主要な科目として参謀養成を担う教育機関であり、この陸軍大学校を優等で卒業すれば参謀本部や陸軍省の主流ポストを歩めることが事実上保障されたため、陸大の受験は超難関であり、かつ、大東亜戦争の大本営陸軍部の主要メンバーが陸大卒で占められていたこともあって、日本の敗北を導いた元凶のように言われることもある。それだけ陸軍に多大な影響力を及ぼした教育機関だ。戦後の回顧録とかを読むと、陸大での戦術偏重の教育と、情報軽視及び兵隊軽視という教育的特徴が大東亜戦争ではもろに露呈した、みたいな回顧が出てくるね。しかし、前田大将が受験勉強を決意した時期は、まだ陸大教育と陸大優等卒業の魅力が健在だった時期だった。そこで、前田大将を当主とする前田家の意向もあり、前田大将を必ず合格させるべく、
受験のサポート体制が整えられた。どんなサポート体制が？前田家の旧藩に関係する軍人らが奔走し、戦術学、兵器学、築城学等の施設講師として陸軍の左官や医官クラスが前田大将につき、その学習をサポートするという充実しすぎの体制だった。東条英機は1回目の陸大受験に失敗して、それを見かねた永田鉄山が勉強会を開いてくれたっていうエピソードを聞いたことあるけど、前田大将は最初から旧藩の意向でその体制が整い、かつ初回受験で合格したら、東条英機からしたらいい気持ちはせんだろうね。前田大将は見事に初回受験で陸軍大学校に合格した。陸軍大学校の受験は結構浪人組も多く、終戦時の陸軍大臣だった穴見惟親も多労して苦労の末に陸大に合格してるんだが、前田大将は合格した中では最年少の陸士卒の期であり、陸士卒同期でこの年次に陸大に合格したのは前田大将ともう一人、東条英機との仲が芳しくなかったとされる篠塚中将の二人だけだったそうな。東条英機は怒りや憎しみをパワーに仕事に邁進するタイプだったのかもしれないね。前田大将は陸大の同期とは仲良くやったのかな？それなりに圧力があったそうな。圧力の原因としては、同期の懇親会に料亭での飲み会が企画されても前田大将は陸大生の身分で料亭は好ましくないとこれを拒否したり、それならばと同期生らから飲み会の幹事に指名されてもこれを拒否したりと、頑固な一面を見せており、陸大の同期生と深く交わるタイプではなかったそうだ。しかし、陸大の勉強には励み、結果として3位で陸大を卒業。恩師の軍刀が可視された。前田さんが卒業した時に卒業順位で前田さんを抑えた1位と2位は誰なの？そうそうたるメンバーで、主席は終戦時の参謀総長で石原幹事もその頭脳を恐れたという梅津義次郎。2位は統制派の領袖で永田の前に永田なし永田の後に永田なし、と称された春秋の永田鉄山。ちなみに6位には行動派のエースとなって永田鉄山と激しく対立することになる戦術家の小畑敏郎がいた。後年の陸軍の歴史を彩るメンバーだから、同期の飲み会に前田さんも行けばよかったのに。後に前田大将は欧州に留学し、同じく欧州に赴任していた同期生の永田鉄山や梅津義次郎と交流を深めているので、同期全員と不和があったというわけではないけどね。前田さんはどこに留学に行ったの？ドイツだ。当時の陸軍軍人、特に陸大を優等卒業した将校は特典として政府予算による留学が一般的だったが、前田大将は、留学の認可が迅速に出ないことに業を煮やしたのか、私費留学を決意する。さすが前田家当主。しかもその私費留学には他の陸軍軍人2名も同行留学させるという破格の措置であり、大半だった江戸は遠くなっても前田家の財力を伺わせる措置と言えるだろう。前田大将はドイツを拠点にオーストリア等の軍政や産業を見て海外の知識を吸収していったが、しかし、予定の留学期間を満たす前に、欧州で一大事件が勃発する。一大事件って何？留学生に影響するレベルの事件？サラエボ事件だ。同事件は第一次世界大戦のきっかけとなった事件であり、世界史の教科書にも必ず載っている重大事件だが、オーストリア皇太子夫妻がセルビアの過激派青年により暗殺された事件であり、これによって欧州では戦争の機運が過熱、第一次世界大戦が勃発するに至る。前田さんが駐在してるドイツは第一次世界大戦では日本にとって敵側だけど、そのまま駐在できたの？ドイツ帝国に駐在する武官は速やかに日本の同盟国であるイギリスに退避するよう下令され、前田大将は他の将校らと共にイギリスに退避、そのままイギリスに駐在しながら、西部戦線の従軍武官として第一次世界大戦の欧州戦線という血生臭い戦場を視察した。視察は重要だけど、第二次世界大戦を振り返ると、航空戦や機甲戦に関して第一次世界大戦から日本軍は何か教訓を得ていたのだろうか。旗から見るのと実際に戦うのとでは経験値に大きな違いが出るだろうから、航空戦や機甲戦に関して日本が欧州各国やアメリカにこの時点から遅れをとっていった経過は否めないように思う。そんなこんなで前田大将は欧州から日本に帰国、陸大教官兼参謀本部部員として勤務に励むことになった。
陸大教官時代に教えた生徒で有名な人はいる。終戦時の陸軍大臣である徳正穴見コレチカ。さらに特筆すべきは、満州事変の首謀者にして後年は東条英機と鋭く対立する帝国陸軍の記載、石原幹二が学生として前田大将の教えを受けていた。当チャンネルへのコメントで、石原幹二の名字の正確な読みは石原じゃなくて石原だというご指摘を、複数回にわたっていただいているね。恐縮の次第です。音声ソフトの関係でご容赦いただければ後人の至りです。前田さんに対する当時の軍内の評判はどうだったの？華麗なる一族の当主である前田大将については、当初は貴族的性格や他の将校とは一風異なる振る舞い、さらには本人の努力もあったと思うが順調な出世ぶりに嫉妬をあらわにする同僚の将校もいた。しかし、前田大将は軍内でのいろんな衝突を経て人格を錬磨し、長者の風格を備えていったという指摘もある。苦労も絶えなかっただろうて。軍人としては先見の明もあり、第一次世界大戦勃発の直前には、民間が主導しての日本の航空発展を目指す帝国飛行協会に入会、航空機の購入に充ててもらうために多額の寄付を協会にした。加えて、第一次世界大戦終結後、帝国陸軍はフランスを航空戦闘の師として指導団を招聘したんだが、前田大将も指導団による訓練に参加するなど、当時の帝国陸軍にあっては航空に関心があった方の軍人だったと言えるだろう。第一次世界大戦終結後、前田大将は再び欧州に向かうよう下令された。何をしに欧州に行ったの？大戦を正式に終結させるための講和条約に関する事務を遂行しに行った。ちなみにだが、帝国海軍で最後に海軍大将に昇格した井上重義も、この講和事務に赴いており、同人はドイツ軍の武装解除監視業務に従事している。前田さんも武装解除の監視をしたの？最初は本当に事務的な作業ばっかりに投入されて、前田大将も何のためにわざわざフランスに来たのだと不満たらたらだったらしいが、やがて国境確定委員という要職に起用された。国境確定委員って何をするの？第一次世界大戦で敗北したドイツは領土を削られることになるんだが、ドイツと国境を接するデンマークやベルギーとの実際の国境をどの線で確定するかの仕事をする委員会の委員だ。前田大将は結構公明正大に仕事を進めたらしく、時には敗戦国側であるドイツの言い分に利があると判断すれば、ドイツ側の言い分を侵釈して国境を確定することもあったそうな。フランスを拠点にベルサイユ体制の構築に尽力した後、前田大将は日本に帰国、近衛師団の大隊長に就任するが、中堅将校として油の乗ってきた前田大将に苦難が訪れることとなる。長くなってきたので、今回はここまでとさせていただき、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、外交の剛腕東条英機、大東亜会議編、陸軍中野学校の卒業将校、暗躍と不祥事、帝国の軍人外交官、駐在武官、部下と海軍の板挟み、九郎王記戦時最小東条英機、大本営情報参謀堀映像、本土決戦編、人情派総理大臣東条英機、憲兵将校と憲兵の出世競争、敬遠時代、ニコポン軍人と供養最小の二巨頭体制、日本陸軍、青年将校の苦しい家計事情、東条英機、総理大臣に指名さる対米開戦編、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀堀映像、マッカーサーとの対決、陸軍の諜報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸都洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。画像の動画は、
電撃陸軍大臣と異名されるほどの手腕を見せた東条英機が、対米開戦の是非をめぐる混迷で近衛文麿内閣が総辞職したタイミングで、陸軍を投与できる新たな辣腕として総理大臣に指名され、皇室に対する忠誠心に燃える東条英機が家中の栗を拾い、対米開戦するか否かの難しい舵取りに奔走する姿を解説しております。東条大将と海軍との駆け引きはもはや政治劇だね。他の動画では、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、皇室に対する忠誠心というややもすれば観念論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。